ブンブンハロー YouTube、こんにちは、カイログでございます。今日はここ東京駅に来ておりまして、実はこの東京駅がある丸の内って言われるところはですね、もう日本の金融街と言われるところでして、いろんな銀行のね建物があるわけです。で、今日はその中でもその地方銀行の東京支店、これをね片っ端から巡っていきたいと思います。といっても今この東京駅の丸の内側に来てるんですけども、まずはねこっちに、この辺にあるメガバンクのね本店とかその辺を巡りつつ、東京支店、地方銀行の東京支店はこの東京駅の裏側、八重洲のね方面にあるので、その後そっちをね巡っていこうと思います。はい、というわけでね、まずその丸の内方面にあるメガバンクの支店行くって言ったんですけど、その行く途中にですね、1個地方銀行の東京支店がございます。はい、こちら地方銀行の中でも非常に大きくて有名な静岡銀行ですね。この東京支店がこの丸の内北口ビルっていうビルなんですけども、ここの4階に入っているというわけなんですね。本当先ほど僕がいた東京駅の正面があちら側なので、そこからずずっと本当北の方に少し来たところにこの建物があります。めっちゃ大きくて綺麗なビルですよね。こういうすごく綺麗なビルに東京支店が入っているところもあれば、そうじゃない銀行もあるんでね、そういう銀行によってねどういうビルを借りてるのかっていうのにもね結構違いが出ますので、そこもね合わせて見てもらえると楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。ちゃんと同じビルのですね1階に静岡銀行さんの静銀クイックコーナーという、おそらくキャッシュコーナー、 ATM コーナーだと思うんですけど、こういうのも設置されてるんですね。使う人いるんでしょうか。いるんだろうね。いるから置いてるんだろうけど。さあ、先ほどの静岡銀行の東京支店から少し進んだところにこちらみずほ銀行の本店ビルがございます。すごい大きくて綺麗なビルですよね。これ確かね上の方はホテルになってて、一般の人もね泊まれるようなそういうビルなんですけども、東京駅から歩いてどうだろうな、1分ないぐらいのところにあるので、本当丸の内のね目の前にあるんですけど、地方銀行のさ本店とかでも、ここまで大きくはないけれども綺麗なねビルを構えていたりもするので、みずほだからっていう風な感じじゃないかもしれないですけども、とはいえすごく大きくて綺麗なビルですよね。そしてこのみずほ銀行がある交差点のここの通り、ここはですね本当に金融街みたいな感じになってまして、まず向かい側こちら、三井住友信託銀行の本店ビルですね。これもでかいですけども、ちょっとみずほの建物よりかは若干年季が入ってるのか、でもどちらにしろすごく綺麗なビルであることには変わりはないですかね。さっきの三井住友信託銀行の本店ビル1階なんですけども、三菱 UFJ 銀行のね、丸の内支店東京営業部っていう支店が入ってますね。三井系のビルなのに三菱が入ったりするんですね。意外です。みずほとビルの下にね大きな看板というか石、社名が書いてある、社名ロゴが入った石が置いてありますね。で、こっちがねそのみずほのビルなんですけど、そこの向かい側、これが先ほどの三井住友信託銀行の本店なんですが、ここの横、こっちはですね三井住友銀行の本店ビルがあります。さあ、ということで三井住友銀行のビルにやってきました。これね両方とも住友銀行の建物なんですよ。こっちがね本館、ほらこれ住友銀行のマークあると思うんですけど、こっちのビルが本館で、こっちはね東館なんですよね。僕実は両方とも入ったことがありまして、確か本館だったかな、本館の方の20階の会議室かなんかにちょっと通していただいたことがあるんですけども、その時もね各フロアなのかな、受付の方、その住友銀行の制服を着た受付の方が立ってらっしゃって、甲斐さんこちらの方に、どうぞおかけになってお待ちくださいみたいな感じでね会議室に通していただいたこともありました。非常に接客もですね丁寧にしていただいた覚えがあります。住友銀行ですね、個人的に3メガの中では一番好きでして、アプリもね使いやすいしっていうところで、他の2つのメガバンクに比べるとその辺の技術の進み方がすごく早いなと個人的には思っています。中もね本当に綺麗なんですよ。なかなかこうね中に入ってそこを撮らせてもらうってことはねできないんですけども、すごい綺麗でしたっていうことだけお伝えしたいと思います。東京のこの丸の内周辺にね来たことがある方は分かると思うんですけども、本当にこうね見上げるような高くて綺麗なビルがですね5番の目のように綺麗に立ち並んでまして、もうどこをね見ても都会だとというか
感じれるような、そういうね街並みになっています。このね丸の内っていうところはすごく綺麗な街でかっこいい街なんですけど、あんまこう土曜日とか日曜日の昼間に来てもやることがないというか、もちろんねカフェとかあったりするんですけど、綺麗な街すぎてねちょっと値段とかも高かったりするんで、あんまりこう楽しめるカフェがすごく多いかって言われるとそうではないかなと個人的には思っていて、夜来る分にはねすごくいいんですけど、それもなんかこう軽くこう足を運んでじゃあなんか一杯飲んでくみたいな、そういうねところがあるわけではないかなと思うので、観光でね来るとこんなもんかみたいな感じでちょっとね残念があったりしてしまう人もね多いんですけども、今さっき言ったこの住友銀行の建物とかみずほの建物とかいっぱいありますので、そういうのをね見て楽しむっていうのも一つの観光の手かもしれませんね。なんとそんなことをね言いながら歩いていたら、全国銀行協会の建物がありました。こんなところにあるんですね。これねさっきこっちこれが三井住友銀行の東館なんですけど、それをちょっと南側に少し歩いてきたところにねありました。へえ、こんなところにあるんだ。全銀協って地銀協会とはまた別ですよね。メガバンクとか都市銀行とか他の銀行とかも全部入ってんのかな。全然知らないんですけど、そういうの全部ひっくるめた協会なんでしょうね。お、すごいすごいすごい。ご覧ください。銀行会館、全国銀行協会。うわ、これなんかこことかにさ、お偉いさんの車とかこうビタッとベタ付けして、みんなこの中入っていくんでしょうね。はい、でちょっと今東京駅の正面ら辺に戻ってきてるんですけど、僕が今さっきまでいたのってこっちの方なんですよ。この辺にみずほがあって、こっちにSMBC の本館とか東館があったんですけど、その3メガの中で一つだけ、三菱 UFJ 銀行だけですね、この辺のなんか綺麗なオフィスビルとかがあるところではなくて、このね反対側、この建物の真裏とかかなら辺に本店があるので、ちょっとね離れてるんですよ。なんですけどちょっとせっかくなんで行ってみましょう。アップルストアのね前まで来ました。先週の金曜日に iPhone15 シリーズがね発売されたんで、すごい大盛況ですね。ただ僕はすでにこの iPhone15 Pro を手に入れているので全く関係がありません。そんな感じでね、アップルの丸の内店だったかなを過ぎると見えてきました。これが三菱 UFJ 銀行の本店ですね。住友銀行やみずほ銀行と違って少しバブル期のね建物を思わせるような建物ですね。でこのね横のビル、これだったかな、ここの中にその三菱グループの中ですごい稼いでるであろう三菱商事、そこの本社が入ってるんですかね。でこの三菱 UFJ 銀行の本店のね向かい側ら辺に少し面白い施設があるので、ちょっとそこをね紹介したいと思います。残念、なんと2024年の秋まで改装中らしいです。でここにね何があったのかっていうと、この向かい側ね、ここにさっきの三菱 UFJ 銀行の本店ビルがあるんですけど、この三菱銀行の1号店だったかな、その銀行の1号店を模したカフェがあったんですよ。面白いですよ。なんかその明治初期とかその辺のね雰囲気を思わせるような店内で、なんか銀行の中でねお茶をするというか、なんかそういうティータイムを楽しむだなんて、そんななんか銀行員からするとねヒヤヒヤするようなことができるのかみたいな、そういう体験ができる、ちょっとね銀行にとっては面白い施設だったんですけど、残念ながら来年の秋までは改装中とのことですので、もしねそれ以降に東京に来ることがあればぜひ皆さん使ってみてください。ということでね、丸の内側はこれで終了になります。で今から行くのがですね、そのさっきの東京駅の反対側、八重洲方面なんですけども、そっちにすごくびっしりと地方銀行の東京支店が詰まっております。はい、もちろんね全部が全部行くことはできないんですけども、一本通りがあって、その通り沿いに死ぬほど地銀の東京支店がバーってあるんですよ。そういう感じなんで、ちょっとそこの通りを歩きながら、その通り沿いにある東京支店こんなにいっぱいあるんだ、てかこんなに同じとこにあるんだっていうのを見ていただきたいと思います。はい、というわけで京橋というところにやってきました。先ほどまで僕がいた東京駅はもう裏の裏ら辺ですね。はい、でここの通りベーってあるじゃないですか。こっち奥の方まで行くとこれね日本橋っていうところまでつながってまして、ここの通り沿いにねもう地銀の東京支店がもうねボコ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 と乱立してるんですよね。面白いですよ本当に。地図で見るとこんな感じなんですけど、やばいっすよね。なんでこぞってみんなここに支店設けるんだっていうぐらい、もうなんかね話し合わせたんかっていうぐらいね
いっぱいあるじゃないですか。なんでここね一個一個ちょっと見ていきたいと思います。で僕が今立ってるここっすね。ちょっと陰って見えないんだけど、このビル、これがね何ビルっていうんだっけ、東京スクエアガーデンっていうんですけど、この中にも地銀の東京支店が入ってます。福岡フィナンシャルグループなんで、福岡銀行と18親和銀行ですね、その2行がこのビルの中に東京支店を持っています。こんな感じで福岡銀行と18親和銀行、あとみんなの銀行ですね。これちょっと1年か2年ぐらい前にみんなの銀行のアプリをね取り上げてるんで、縁があるかなと勝手に思ってるんですが、この3行がこの中にね支店を設けています。みんなの銀行はね支店はね実はなくて、全部ネット支店なんで、企画部とかその辺の部署が入ってるのかな、分かんないですけど。で横断歩道を渡ったこの、分かるかな、ちょっと角度的に見にくいんだけど、この黒い建物、多分この中に山形銀行の東京支店があって、あとちょっとね若干でも荒いな、全然見えないかもしれないですけど、ここ赤いあれあるの分かります？看板、これがね秋田銀行って書いてあって、ここにね秋田銀行の東京支店があります。すごいよね。ここの交差点沿いだけで123、4つの東京支店があるのでもうねこれだけでもうお腹いっぱいになりそうなんですけど、まだまだあります。さっきの交差点から少し進んでくると、この建物の6階に広島銀行の東京支店、これが入ってるみたいですね。 iPhone でね見えるかどうかわかんないんですけど、正面一番奥のねビル、ここにね駿河銀行ってすごいでっかくね看板が見えますね。ちょっと前に僕のチャンネルでも動画にしましたけど、その駿河銀行があんなに見える位置にありますとか、そういうふうなお話をしていたら、続いてこの建物ですね。これに東邦銀行という福島県かなに本社を置く銀行の東京支店が入っています。でもこれは三井住友海上のビルですね。その一角を借りてる感じなのかな。そしてこのメインの通りから1本外れたここですね。ここにね33銀行っていう銀行の東京支店が入っています。第二地方銀行なんですけども、なんか数字がついてますと。で別にナンバー銀行っていうわけではなくて、第三銀行と三重銀行、この2つが合体したので33銀行というね名前を付けたみたいです。なので国立銀行ではなく第二地方銀行でございます。でまたメインの通りに戻ってきたんですけど、ちょっと遠くてね行けないんですけど、こっち少し進んだところにね鹿児島銀行と南日本銀行の東京支店、でこのね建物の奥の方かな、裏の方に名古屋銀行の東京支店があります。もうねこの辺1個交差点越えたらねポコポコね地銀の東京支店がありまして、次ねこの建物に百十四銀行の東京支店が入ってます。百十四銀行はさっきの33銀行と違って国立銀行が元になっているナンバー銀行ですね。香川県に本店を置く地方銀行なんですけど、どうやらですねそのシェアがすごく大きいと。もう一個何銀行だったかな忘れたけど、香川にもう一個地方銀行があるんですけど、そっちのねシェアと比べるともう全然違うというぐらい香川県では圧倒的なシェアを誇っている地方銀行ですね。でここからはちょっと行きたいね地銀の東京支店があるので、この通りからまた一回中に入るんですけど、もう次の大きい交差点までには戻ってこようと思います。はい、1個ね中に入ってきたんですけど、中に入ってもまだまだ東京支店が散らばっております。これは群馬銀行の東京支店ですね。若干建物が今までの銀行より古いかなという気がします。でこの建物だと思うんですけど、群馬銀行の他に、大分銀行の東京支店も多分この建物の中にあったような気がするんですが、ちょっとね見当たらないんですよね。看板どこにもないよね。もしかしたらちょっと住所が違うのか、その僕が見たサイトが若干古いのか分かんないんですけど、この辺にねもう一個大分銀行の東京支店があるはずです。ありました、足利銀行さんの東京支店ですね。ここにねどうしてもやりたかったわけですよ。僕の YouTube チャンネルではこの足利銀行さんをね何回か取り上げてると思うんですけど、宇都宮東支店のね混雑状況
ずーっともうね24時間もはや365日ぐらいのレベルでなぜかライブ配信してるっていうね。で土日とか18時をね過ぎるともうずっと壁だけ配信し続けるっていうね、めちゃめちゃ面白い配信をしてくれてるお茶目な銀行ですね。はい、これがこのホテル龍明館とかっていうね建物の中に入ってるみたいですね。足利銀行さんですね、僕実は行ったことがありまして、足利銀行さんですね、僕実は一緒にお仕事させてもらったことがあって、何名かの方にですねお世話になったことがあるんですけど、皆さんねめちゃくちゃ謙虚で優しい方だったね記憶がねあります。なんで僕も、仕事でね一緒にやってるんですけど、どうにかしてこの人たちのために何とかしなきゃみたいな、何かをしてあげたいみたいな、そういう気持ちに、なれるようなそういう銀行の方々でした。皆さんねすごく印象がいい方々だったので、僕の中では個人的に勝手に足利銀行さんを推してます。でそうこう言っておりましたら、その足利銀行さんの東京支店の向かい側のビル、これ鉄鋼ビルディングっていうんですかね、このビルの中に、京都銀行の東京支店が入っております。京都銀行はですね少し特殊な地方銀行でして、なんかその京都の方々ってあんまりその県外に住むっていうのが少ないのかな、なんかそうらしくて、あんまりねその京都府にある資産っていうのが他の県に移らないらしいんですよ。なので地方銀行の中でも比較的こう経営がね安定してるみたいな感じでね、言われてますよね。三井住友銀行の何してんだっけ、八重洲呉服橋出張所なのかな、なんか確かね法人営業部とかが入ってる建物だった気がするんですよね、ここ。あ、やっぱりそうですね、法人営業部が2階から4階までにかけて入ってますね。なんでちょっと出張所とは言いつつもあれなんですかね、この法人営業部が入ってる建物に一応出張所を作ってるみたいな、そういう感じなのかもしれないですね。でね、少し進むとね、このね新金中央金庫っていうのがあるんですよ、ね、信用金庫中央金庫なのか何なのか分かんないですけど、これも多分金融機関だと思うんですけど、どういう金融機関なんですかね、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。この建物なんか格子状になってるとこね、この中に伊予銀行の東京支店が入ってます。でこのね左側の建物、これね分かります？交通銀行って書いてあるんですよ。何の銀行なんだろうね、多分中国の銀行だと思うんですけどね、さっきのね丸の内の辺にもおそらく中国の銀行だろうみたいな視点がねあったりするので、多分そうだと思います。はい、そしてその通りに戻ってきました。でこの大きいビルね、ここの中に横浜銀行の東京支店が入ってます。大きい銀行さんですからね。まあ多分このビル全体が横浜銀行ではないと思います。多分このどっかの一角が東京支店、そんな感じだと思います。そしてちょっとね木で隠れちゃって見えづらいんですけど、ここが105銀行の東京支店ですね。ちょっとこじんまりしたところにありますかね。これがさっき横浜銀行の支店があるって言ったビルですけども、ここです。はい、105銀行はねナンバー銀行ですね。でここでようやくここがね日本橋になりますので、やっと前半戦が終わりました。で前半戦といっても距離的な前半戦でして、その地方銀行の店舗数っていうのはこの日本橋を超えると一気に増えます。なのでちょっとね今からがね紹介の本番なんでエンジンかけていかないといけないんですけども、ちょっとね頑張ります。はい、というわけで日本橋を越えたところにすぐね見えました、さっきからずっと見えてます駿河銀行の東京支店ですね。僕も一回動画で取り上げましたけれども、不適切融資が行われていた静岡県にある第一地方銀行ですけれども、今はねそういった不適切融資が行われてないことを願うばかりですね。でその向かい側にちょっと銀行とは関係ないんですけども、三越っていうデパートがあります。これはねさっきも紹介した三菱だったかな、三菱財閥と越後屋っていう呉服屋さんですね。そこがこう一緒になってできたデパート、それが三越です。元からデパートだったわけじゃないと思うんですけども、でここから進んでいくのはこの通りですね。ここをずっと奥の方に神田駅の方まで進んでいきます。はい、でここがこれから通っていく通りなんですけど、ここすごく面白くてですね、こっち側道路のね左側、こっちの建物が三井の財閥系の建物ばかりで、こっち側にね地方銀行の東京支店がねめちゃめちゃ入ってるっていう、本当にメガバンクと地銀みたいなそういう分かれ方をしている通りになりますので、僕みたいな地方銀行系 YouTuber および
僕のチャンネルを見てくださっている地方銀行マニアの方々は、うなるところですね。はい、東京に来たらぜひここに来てみてください。三越の建物もすごいですね。ギンギラギンだ。なんかよくわからない、なんだこれ、羊がなんかいたり、三越って書いてあったりね、高級な建物ですってなんか自分で言ってるような感じですね。そういうことで言っちゃあれかもしれないんですけども、ちょっと歩いてきました。ここが千葉銀行の東京支店ですね。すごく綺麗ですね。多分この上のビルの中のどっかに入ってるんでしょう。そんな感じですね。この千葉銀行も静岡銀行とか横浜銀行と、並べて言われるぐらいね、地方銀行の中では大きなメガ地銀と言われるようなところですけれども、それがこの三越のこんな綺麗なビルの向かい側のさらに綺麗なビルの中に入ってますね。でこっち多分このビルかな、おそらくそうだと思うんですけど、ここの中に第一北越銀行というところの東京支店が入っています。ちょっと違ったらごめんなさいなんですけどね。はい、なんか千葉銀行と第一北越、建物を見るとね、違うのかなと思っちゃいますけども。でこの千葉銀行が入ってる建物のこっち側1個行くと、ここに熊本県に本店を置く肥後銀行の東京支店が入っております。これ兄弟ビルなのかな、分かんないんですけど、こっちの方が背高いからこっちの方が大きそうなんですけどね。この肥後銀行が入ってるビルの向かい側に三井住友信託銀行と書いてありますが、これは三井住友銀行の日本橋支店ですね。これがあります。実は僕ここ入ったことがありまして、それこそね、中が明治の時代を思わせるような、そのなんかやんごとないというか厳かなね建物でございました。めちゃめちゃでかい金庫もありましたね。はい、で中に入った時にはね、新卒の行員の方が僕を案内してくれたんですけども、投資信託を取れないかなみたいな感じの提案をしてきてくださいました。だから申し訳ございません、僕はすでに投資信はですね、他のところでやっておりましたので、丁寧にお断りをさせていただきました。あの時はごめんなさい、別で取ってください。三井本館、三井系の財閥の本館ってこと？そういうわけじゃないのかな。三井記念美術館、おそらく三井財閥のなんか骨董品とかあるのかな、分かんないんですけど、僕も入ったことがないんで分からないんですけども、なんか昔の三井の方々が集めた美術品やら骨董品やらが入っている記念館でもあるんですかね。でこの三井記念美術館の向かいの建物、ここにですね、北陸銀行と北海道銀行の東京支店が入っています。北北フィナンシャルグループですね。でこれの蓮向かい、これまたすごく大きくて綺麗なビルなんですけども、この中に京葉銀行の東京支店が入っております。京葉銀行は千葉県にある第二地方銀行だったかなと思うんですけども、でこの建物の裏にね、常陽銀行さんの東京支店がありますね。常陽銀行さんも大きい地銀でして、先ほど伺った足利銀行さんと、一緒にねグループになって芽吹フィナンシャルグループをね作ってらっしゃる北関東の大きな地銀グループでございます。でちょっとね看板が多分ないんだよな。この辺の建物にね沖縄銀行の東京支店があり、この建物ね、この大きい建物、この中に庄内銀行と北都銀行と東北銀行、この3行の東京支店が入っています。さっきの北北フィナンシャルグループが入っているビルの向かい側ですね。これはグループなのか。庄内銀行と北都銀行はグループなんですね。フィディアホールディングス。東北銀行は違うんだ。ちょっとごめんなさい、ざっと調べただけなんでよく分かってないんですけど、そのフィディアホールディングスと北北フィナンシャルと、もうフィナンシャルだらけですね、この辺は。はい、で次の交差点なんですが、多分この建物かなに青森銀行の東京支店が入っておりまして、奥にちょっと見えるかな、16銀行の東京支店があります。そしてこのグレーの建物、これがですね長野県に本店を置く82銀行、その東京支店のビルになってます。北北フィナンシャルグループの看板がありました。北陸銀行って確か富山県の第一地方銀行ですよね。北海道銀行は北海道の第一銀なんですよね。なんですごい離れた地域の2行が合併して
できたフィナンシャルグループなんですよね。珍しいんじゃないですか、ここまで離れてるのは。北海道はですね、北洋銀行の方が規模が大きいので、その北洋銀行に飲まれるぐらいだったら別のところと手組むわみたいな感じだったのかな。あったかいわけではないんだけど、北と北だから北北フィナンシャルで、さっきの交差点から少し外れたところなんですけど、ここにね山口銀行の東京支店があります。山口銀行あれなんですね、東京支店自社ビルっぽいっすね。すごいな。山口銀行のですね持ってる山口フィナンシャルグループの中にはもみじ銀行っていうね広島に支店を持つ第二地方銀行が入ってるんですけども、カープで活躍してたね丸佳浩っていう選手がいるんですが、その選手がねすごいダサいダンスを踊るっていうね CM があったんですよ。ちょっと話題になったんですよ。もう今はね巨人に行っちゃったんでCM には出てないと思うんですけど、でこの山口銀行の蓮向かいがさっき言った82銀行の東京支店ですね。これも自社ビルじゃないと思うんだけど、多分このビル全部82銀行なんじゃないかな。これビルの1階だと思うんですけど、82銀行東京営業部って書いてあって、こうなんかねその長野の名産品ですみたいなそういうブースがあるんですよ。しかも入り口のとこにね思いっきり82銀行東京営業部青山支店、ここ全然青山ではないと思うんですけど書いてあるぐらいなんで、多分自社ビルだと思うんですよね。じゃあちょっと本筋に戻るんですけど、みずほ銀行がありますね。はい、さっきからチラチラメガバンクがね映ってると思うんですけど、東京はねやっぱメガバンクがいいですよ。特に三菱と三井住友銀行、この2個の口座のどっちか持っておけばいいですね。なんでかっていうと、三菱 UFJ と三井住友銀行って ATM を共用にしてるんですよ。どういうことかっていうと、三菱 UFJ のカードで住友銀行の ATM でお金を下ろしても、その三菱 UFJ の方で手数料がかからない時間帯とかだったら手数料かからないんですね。みずほもねここに加わってほしいんですけど、この2個はねそういう ATM 共有があるんで、もしね僕現金使うこと全然ないんですけど、現金使うことがあればそういう利便性とかもあったりするので、東京はねその2個 UFJ か SMBC どっちか持っておくといいかなと思います。地方銀行はねちょっと使うのは難しいですね。はいって言ってたら、みなと銀行っていう関西未来グループ、関西未来フィナンシャルグループ、なんかそういうのが確かあったと思うんですけど、そこに入ってる第二地方銀行ですね。大阪の第二地方銀行です。その東京支店が入っているビルがあります。関西未来銀行もりそなホールディングスの傘下の銀行なんで、その傘下の傘下みたいな、全然調べてないんでね分かんないんですけど、多分そういうことなんじゃないかなと思います。そしてこのビルですね、綺麗なビルが岩手銀行と宮崎銀行ですね。この2つの銀行の東京支店が入っております。はい、綺麗ですね。ここまで来るともうラストスパート。奥に見える山梨中央銀行、ここにも行ってみましょう。この山梨中央銀行のですね東京支店、実はその千代田区が指定している景観まちづくりなんとか文化財みたいな、その街の景観を保つための重要文化財みたいな感じで指定されてるんですよね。なんかさっきのさあっちの方にあった、住友銀行の日本橋支店みたいな、そういうちょっと古い感じの建物じゃないですか。しかも一棟丸々そういう建物の東京支店って多分他にねないと思うので、そういう意味があるわけじゃないと思うんですけども、こういう感じの建物はキープしましょうなのかな。そのなんかさっきのまちづくりなんとかみたいなものも僕全然詳しく知らないんですけど、おそらくそういう意味でこの建物は残しましょうみたいな感じなのかな。でこの裏にあるビル、ここにね岡山のトマト銀行ですね、この東京支店が入っております。トマト銀行って本当にねエンブレムがトマトなんですよ。トマトです。ほらトマト銀行のエンブレムトマトでしょ。すごいよね。もうまんまのトマトなんだ。でそのトマト銀行の交差点をこっちに進むと福井銀行ですね。この東京支店があります。もうここのね通りをずっと奥にね 1.5 キロか 1.6 キロぐらい行くまでの間にね、いろんな地方銀行の東京支店があるという、そういうね今回は紹介の動画でございました。
もうこっち神田駅になりますので、ここがねゴールでございます。ぜひですね皆さんも東京に来た時はこの通りをですね歩いていただいて、あ、地銀の東京支店こんなにあるんだなと体感してもらえればいいんじゃないかなと思います。というわけで今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。